こんにちは。モンテッソーリ子育てチャンネルの神成美希です。私、神成美希のモンテッソーリ子育てチャンネルでは、こちらの本のポイントを20回シリーズでお送りする予定です。子育てをもっと楽しく充実したものになるヒントがたくさん入っていますので、お楽しみにしてください。今日は敏感期の中でも秩序の敏感期、さらに秩序の敏感期の中の順番にこだわる子どもへの対処法、活用法についてお話しします。イヤイヤ期でよく見られるお子さんの様子が出てきますので、対処法をぜひ参考にしてください。こちらの漫画をご覧ください。ご家庭ではこのようなことが毎日という方も多いのではないでしょうか。特に小さい子どもはなぜ順番にこんなにこだわるのでしょうか。1歳半から3歳頃、非常に順番にこだわる時期があります。漫画のように大人から見ると帽子は一番最後にかぶれば着やすいのにと思うのですが、子供なりの順番があるのです。これまでに決めた順番を守ろうとするのです。その順番を無視して大人が手伝ったら、さあ大変、違うと言って大泣きするでしょう。これを世でいうイヤイヤ期と呼んでいます。ではこんな時、大人はどうしたらいいでしょう。まずは子供がいつもと同じ順番の着替え方だったかどうか思い出してみましょう。モンテッソーリ流子育てでもお話ししましたが、普段からお子さんを観察しているかどうかがここで重要になります。お子さんを観察していなかったら思い出せません。また子供に一からやり直しするように声かけするのもいいと思います。でも大体のお母さんたちは時間がなくてやり直しができないことが多いと思います。その場合は、次は何するんだっけ、時間がないからどこかお手伝いしてもいい、どこだったらいいと子供に聞いてみましょう。子供が自分で考えて答えを出せば納得してお手伝いもしても OK だと思います。順番にこだわることは、将来自分で考え段取りを取るという練習をしています。漫画のように帽子からかぶると服が着にくいというのも、経験を積むうちにふと一番最後にかぶるといいと気づく時が来ます。そうやって自分で考え段取りよく着替える方法を見つけるまで大人はじっと待ちましょう。決して先に帽子をかぶった方がいいよとアドバイスでダメです。大人になって急に段取りを取り入れられるわけではなく、小さい時から訓練の積み重ねがどれだけあるかで段取りの力も差が出てくるでしょう。自分でできる子供に育ってほしいと願うならば、順番にこだわる子供に対して急いでという言葉も少し減るのではないでしょうか。ではこの順番にこだわるを活用してみましょう。こちらの写真をご覧ください。幼稚園のリュックに入れるものをカゴにひとまとめにします。そして一番先に入れてほしいものの順に、1番お弁当、2番コップなど順番をつけます。すると毎日順番通り自分で用意ができるようになります。また入れてほしいものをカゴにひとまとめにすることで、カゴが空っぽになり忘れ物がないかも確認できますし、数を意識するきっかけにもなります。大人は入れる手前のところまで準備すればよいので、一手間減るわけです。もちろん最初は一緒にしながら何度か繰り返すことで子供はすぐに覚え、自分で入れられるようになります。そこまで来ればもう見守るだけでいいのです。順番にこだわる活用法2です。出かける前までの行動を順番にするということです。1番靴下を履く、2番帽子をかぶる、3番リュックを背負う、4番靴を履くというぐらいにやることを順番をつけると良いでしょう。保育園で働いていた経験からも、出かける前の準備に番号を振っておくと、子どもたち同士で次何番だっけと声を掛け合って準備をすることができます。たとえ準備の途中気がそれてしまっても、3番って何だったっけなと聞くと、あ、帽子をかぶるだったと言って出かける準備に気持ちが向くでしょう。
全部準備ができると達成感もあるので、楽しみながら準備ができるはずです。ホワイトボードに靴や帽子のマークを書いたり、字で順番を書いておくのも良いと思います。ただし、あまりやることが多くなって番号が増えてしまうと忘れてしまうので、年の数と同じくらいの番号で、例えば2歳なら2つくらいにしておくのが良いと思います。子供が楽しく準備ができる工夫ができるといいですね。第4回目では秩序の敏感期の順番にこだわるについてお話ししました。順番にこだわるのポイントは、順序のこだわりを受け入れる、子供の順序を乱さない、順番にこだわるを活用して自分でできる子にでした。次回第5回は秩序の中でも習慣についてです。簡単に言えば、ルーティーンにこだわるのはなぜが解き明かされるので、ぜひご覧ください。動画が少しでも参考になりましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。コメントも読ませていただきますので、質問などありましたらどしどしお寄せください。それでは次回の動画もお楽しみにしてください。ありがとうございました。